ず体になる部分から作ります。円錐を半分に割った形にします。背中の方に丸みを持たせます。次に顔にする体のだいたい半分くらいの量の粘土を丸めましょう。てっぺん部分を指で押してへこませます。丸めて少し楕円形になった頭を乗せてみます。この時点でどちらかが大きすぎたり小さすぎたりしないかバランスを見て調整しましょう。頭と体をしっかり接着させるために爪楊枝で接着部分を少し引っかきます。頭の方も引っかいてザラザラにします。水をつけてザラザラとザラザラが合わさってしっかりとくっつきます。ヘラを使ってしっかりと接着をします。ここで頭が大きすぎたり体が小さすぎたりしないかバランスを整えましょう。体のだいたい半分くらいのところに目印線をつけます。ヘラを押し当てて目印線が谷になるようにします。これで少し体が前かがみになります。目印線から縦に直線を引いて T の字になるようにします。両サイドにも外側に向かって斜め線を入れます。斜め線を深く切り込みを入れて後ろ足部分にします。切り込んだところを指で押して足に膨らみを持たせます。余計な部分は指で押して形を整えます。前足の間のくぼみをつけます。ヘラで中心線を谷にします。
後ろ足と前足に挟まれたお腹の部分をヘラを押し当ててへこませます。これでしっかりメリハリがつきます。足の先端を丸くさせるのに丸い粘土を足します。裏側からもヘラを使ってしっかり接着させましょう。後ろ足の先端部分は切り込みを入れて作り込みます。ヘラで指の切り込みを入れます。次に耳をつけます。最初に作った円錐形の耳のサイズのものを2つ作ります。接着する部分は爪楊枝で荒らします。まず正面を向けてくっつけてみます。それから少し後ろに向かせましょう。ヘラを使って耳の大きさを整えます。整えながらしっかり接着させましょう。粘土は乾きやすいので
時々水をつけて全体を保湿させましょう。触っているうちにどんどん形が崩れていってしまうので、時々全体をバランスを見てみます。尻尾を作ります。体の前の方からぐるっと後ろに回し、だいたい背中の中心のところで合わせて切ります。裏の方からもしっかりと接着させます。ヘラの角の部分を押し当てて、鼻になる逆三角形の形をつけます。三角形の角の部分からまたヘラをぐっと押し当てて、目のくぼみ部分を作ります。これで鼻の高さが出ます。次に三角形のてっぺんから一本線を入れて、ほっぺたを持ち上げるようにしてカーブします。反対側も同じです。ちょうど漢字の人の文字になるようにします。目は後から筆で描きやすいように軽く跡をつけておきましょう。シワが気になるところなどを水をつけて指で伸ばして形を整えます。